そのまま技をエビ切りしてもそのままアクロバティックな動きが印象的な態度。こんなの自分には絶対無理、そう思っていませんか？例えばまんじりって戻るときにそのままさらにこっち向いてあげる。実は大技の正体は小さな動きの集まりだったのです。今日はその秘密を中野哲司先生に聞いちゃいます。態度の知名度が劇的に最近すごくないですか？なんかありがとうございます。本当におかげさまです中野先生の知名度もでも飲食店とかで言われますね。飲食店のこのマスターというかそういう方には結構「先生なんか有名な人ですか?」みたいに言われて「いや有名じゃないです」って言ったら「黒ビアールド出てませんか?」って言われて、すごいそういうことはあります。素晴らしい。拓大の帯同部の取材に行かせていただいた時から始まって、なんか非常に僕も嬉しいです。こちらこそです。ただやっぱ僕は思ってるのは態度を何度も取材させてもらってますけれども、やはりその態度の僕もまだ表面的な、なんか技かっこいいな派手だなみたいなところにどうしても目が行きますし、動画のコメントとか見てもやっぱりこれ相当身体能力がないと無理だろうとか年取った人ができないんだったら武道じゃねえだろうとか、あんな派手な動きなんてまやかしだみたいなこととかのがありますけれども、中野先生その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか？そうですね、例えば、武道の魅力を心技体で語るとしたら、じゃあ武道って例えば年齢がいかないと言ってもできるものじゃなきゃいけないという話があると思うんですけども、帯同って本当太極拳みたいにゆっくりの稽古もたくさんあるんですね。でそういう方もありますし、例えば千丈蹴りという技があるんですけれども、千丈蹴りはこんな形で打ちます。こちらに向かって打つとこんな形でやるんですけども、このパタッとパチンとこう立ってずれずに立つっていうのが大事です。例えば着地した後におっとっととかなってしまうと良くなかったりするんですけれども、じゃあこの技って身体能力がいるのかいらないのかってなりますよね。特にそんなに必要ではないと思うんですけども、ですね、体を動かす時に例えば前の手、我々本手というんですけど、本手をまず素早く動かせれば OK です。これ多分視聴者の方もじゃあやってくださいって言われたらできると思うんですよね。あと足ですね。足を返すですね。でこれを同時にやる、次足を上げる。これもそんなに大変じゃないと思うんですけど、それを同時にやる。で次に物を拾う動作。物を拾えない方ってそんなにないと思うんですけど、例えば僕はちょっと体が硬くて拾えないよっていう方は、それはでも例えば格闘技とか武道をやるんだったらその柔軟性は欲しいですよね。結局身体操作のある程度の能力、例えばここの速さとかは必要になると思うんですけど、要はですね、手を速く動かす、足を速く動かす、足を速く上げる、物を拾うっていうのを1,2,3,4このせーので同時にやってるだけなんですね。なので全体で見るとなんか大きなことやってるように思えるんですけども、実際は小さい動きを全部丁寧にしてそれを集めたものっていうものになります。でそういうことを学ぶ上で態度はすごくいいなと思いますし、もちろん空手でもボクシングでもキックボクシングでも総合格闘技でもそれは多分同じようにやると思うんですよね。スポーツでもそうだと思いますね。さまざまな小さな動きが同時に動くことによって大きな力を生み出すし、大きな動きに見えるっていうようなことでしょうか？そうです。で帯同の魅力はそれをいろんなシーンで練習できるんですね。例えばじゃあ旋回したバスケットがあるとして、ターン走りますよね。リバウンドして動くとかあると思うんですけど、そういう時に旋回する動作ってあると思うんですよ、サッカーでも。その際に軸がしっかり立っていると綺麗に回れますよね。ただその時に肘が開いちゃったりするとその分ずれてモーメントがかかってあっち行ったり、お尻が例えば中丹田下丹田上丹田とあった時にその丹田系がずれた状態で回るとすごくずれてしまいますので、そこをまずはまっすぐ立ててやるのが線技になるんですね。でそのままジャンプできるのが運技で、その次に線と運を合わせて行うというような形で合わせていくんですね。かといって回ってる時に相手に頭がら空きだと良くないんじゃないのということで変技が次は始まるんですね。倒れる時に軸がまっすぐの状態で始まる、軸がまっすぐで打つという形になります。
でそれが一番ポイントなのが、起き上がる時もできるんですね。意外に倒れるまではいろんな人たちができるんですけど、起き上がるっていうのがですね、それを帯同ではですね、帯同の根幹をなす5つの現代と言われてまして。現代はい、この元に戻る動きが洗練されていると、そこから連続技にいけるわけですね。例えば千畳切りを蹴った時、おっとっとっとっていうふうになってしまうと次の技はいけないんですけれども、打った瞬間がもう次の動きにいけてるのであれば、そのまま技を10という形になります。ですし、エビ切りしてもそのままできますね。ということは単発ではなくて技が連続するというふうなのが前提ってことですか、考え方としては。そうです。なので帯同は止まらないっていうのをすごい大事にしてまして、七星八動九極っていう言葉があるんですね。静かな時も7の力、動く時は8の力で、決める時も9の力で1を残すんですね。でその心というか、その教えがすごく私は好きなので、いつも意識しております。その残された1がのりしろみたいになって技がつながっていくという理解でいいですか。そうだと思います。いいと思います。そうなのかなって今ちょっと思いましたけど。私もそう思います。なるほど。やっぱ捨て身になってしまうと、やっぱ待てがかからないと次に行けなくなってしまいますので。なるほど。そうですね。もちろん帯同でもかけ逃げはやっぱりちょっとって思われちゃいますよね。よくなんかこれおじいちゃんになったらできないんじゃないのみたいな話ってありますけれども、実際帯同の世界では例えばその70、80の先生方ってもいらっしゃるんですか。もちろんです、もちろんです。やっぱりすごい先生方がたくさんいらっしゃいます。例えば、他のいろんな武道武術もあると思うんですけども、じゃあ70歳でじゃあ20歳と組み手しますかっていうと、あんまり、練習ではあるかもしれないんですけど、試合ではあんまりないと思うんですよね。で帯同でも例えば年齢に合った方だとか、年齢に合った訓練がたくさんありますので、そういう意味ですごくいいと思いますね。あとは年齢を重ねるととか身体能力とっていうふうになるんですけど、むしろ帯同ではそれをやっといた方がいいよっていうものが多いんですよね。私柔道整復師という、整骨院の先生の国家資格を持ってるんですけども、やっぱりですね、横に大腿骨頸部骨折っていう年齢が重なってしまうとすごく折れやすい場所があるんですね。あと手を突っ張って折ってしまう、ここのコーレス骨折なんて言って腕の骨が折れちゃうんですね。でもこれって手を突っ張って転ぶとか、横に転がってここから落ちちゃうとかで起こるんですけども、帯同って倒れる時に絶対膝から柔らかくいって肘を曲げるようにしていくんですね。これはやめなさいっていう形なんですね。突っ張るんじゃなくて、確かに柔らかく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 。それ意外に難しそうですよね、その柔らかくし。でこれはですね、筋力の問題じゃないです。まさに技の話なんですよ。確かに全然関係ないですね。でこれを筋力でやろうとすると、年齢が高い人とか、例えばアスリートの人でもこうやってやると大変なんですね。こうやってやると、なんでかっていうと、一番遠いところで作用をしようとしてるんですね。すごい力が分散してしまうんですよ。でもこれを体に近寄せてあげるとパッと起きれるんですね。でその時に左の骨盤が開くのであれば足も開く。でこの時に足が残ってしまっていると、すごい開いてしまって骨盤が開くとお腹って出ちゃうんですね。終端面が出てしまうので立てなくなるんです。なので両方一緒にいきます。でそうするとずっと同じ、後ろからこの背中骨盤を見るとずっと同じなんです。だから簡単だし疲れないっていうことになります。パッと身をかがめるっても相当難しいですもんね、それって。そうなんです。でも皆さんしゃがむことってできますよね。できますよね。そうなので、このしゃがむ動作と前に行く動作と返す動作を一緒にやってるっていう話なんですね。でその例えば万字切り打って戻るときに、そのままさらにこっち向いてあげると、そのまま万字切り打ちました、はい、そのまま打ちましたっていう返事になるっていう形ですね。Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。